こんばんは。もふもふ不動産もふです。今日は、第4回目株のシリーズやってまして、実際にですね、今まで株ついて説明してきたので、どうやって僕が買ってるかっていうのについて説明します。特に今日はニュースでこれから上がる株を探すっていうようなタイトルでやります。で、結構株式投資ってよくって、もう少ない元で稼げることができますと。で、さらに、稼ぎやすいと僕は思ってます。それ人それぞれなので、僕は株と不動産投資得意なので、それが稼ぎやすいと思ってると。なのでなんでかっていうと、上がる株っていうのがですね、分かりやすいからですね。で、僕は2005年からずっと株式投資やってて、これ前に多分2000万以上稼いできてますと。で、今日は、そのどうやって買ってきてるか、どういうところに目をつけてるかっていうのについて説明します。今日僕が説明するのは僕はただこうやってるってだけなので、この株買えだとか、これと同じ通りにやれば儲かるっていう気は一切なくって、むしろ自己責任でやらない方がいいんじゃないかと思ってるんですけども、ただ僕がどういうとこ見てるかっていうのを見て、それを各自ですね、それを活かして盗めるところは真似してもらえばいいですと。で、正解はないので、これやれば儲かるっていう方法はないんですけれども、儲かってる例として、どういう風にしてるかっていうのに説明します。で、今まで株について、株の買い方だとか、口座の開き方とか、そういうのを説明してきましたが、過去3回の動画見てください。で、株探し方として、大体、チャートで見るっていう人多いですよね。デイトレみたいな形でちょっと押し目がどうこうだとか、これ常に株のチャートを貼り付いてないといけないので、結構いろいろ精神面やられたりしますと。あと、これは僕やってないですね、デイトレは。で、あと、PR とか PBR、一株あたりの利益とか一株あたりの資産とか配当とか、そういったものから割安なものを探して、それを、買っておくっていうスタンスもありますね。それは結構市場から放置されてて割安だけれども、なんかをきっかけに、本来の価値に近づいていくっていう、バリュー投資っていうか、そういう感じのスタンスがあります。で、自分が今日説明するのはこれから上がりそうな株っていうのを事前に買っとくような感じですね。ニュースで見かけたようなのを早く買うっていうような感じで説明します。で、株価なんで決まるかっていう前回おさらいなんですけども、儲かってる株が上がるっていうわけでなくって、やっぱ株価は買いたい人と売りたい人が釣り合いで株の価格決まってますと。で、買いたい人が多かったら株価どんどん上がっていくし、買いたい人なくて売りたい人が多かったら株価下がっていくっていう感じなので、ポイントとしては、上がる株がもし買いたいんだとしたら、他の人が欲しい株っていうのを探さないといけないですと。で、他の買いたい人が多い株が上がるので、それどういう株かというと、これから儲かりそうな会社ですね。で、さらにこれから人気になりそうな株だったら、比較的上がる可能性が高いと僕は思ってます。でも逆にすごいいい会社だけど、マイナーで誰も知らないような会社って、結局その会社自体知られないから株買われることなかったりするんですよね。なので、ある程度無名であるけど、これから人気になりそうだな、ぐらいが、僕は狙ってる感じですね。これ人によって全然違うんですけども、なので、誰も知らない株ね、すげえいい株であってもね、誰一人知らなかったらやっぱ買わないですよね。ってことはやっぱ売れないっていう方になるので、でもそうやってじわじわ上がっていくっていうのもあるので、いろんな戦法がありますけど、自分は比較的早めにリターン欲しいので、これからちょっと火つきそうだなっていうぐらいのを見てますと。で、自分がちょいちょいニュースで言って、ニュースじゃないや、YouTube とかで話をしてるんですが、ウームの株、今、ウームの株だけ持ってますね。全部株、優待の株とか売っ払って、ウーム一発に今買ってます。で、8月30日ぐらいに、僕なんかニュースを見て、ウームが株なんちゃらで上昇中っていうのを見ましたと。それ見て、軽く調査して、翌日ぐらいに買いました。で、どういったところこの時見たかっていうと、チャート、上場1年前ぐらいですね、上場したの。で、1年間ずっと鳴かず飛ばずでしたと。で、最初まず僕チャート見るんですけども、チャート見て、僕が好きなこれ好みの問題なんですけども、好きなチャートはずっと、昔高かったとかあったけど、ずっと低迷してて、なんかあった瞬間に上がるっていうのが僕大好きですね。で、しかも上がるときに出来高を伴って上がるっていうのが結構僕好きな、サインですね。これは好みの問題なんですけども。っていうのでチャートを見て、これ、いいなと。結構これ見ても上がりきってると思う人もいるかもしれないんですけども、これいい初動だなと思いました。で、ちょっと調べてみたところ、決算書見てみました。で、この時の株価、分割前だったので、こっちちょっと
2880円って書いてるんですけど、これ3分割されてるんで、その前は3倍の価格で、8300円でしたと。で、1株当たりの利益が、純利益が、67円なので、まあ、前回 PER って1株当たりの、利益の割合で、割り算8300で、と、この67円なので、実は PER120 倍っていうのは超割高株ですね。で、PBR で、その1株当たりの資産は209円なので、株価8300円なので、PBR に至ったら27倍。だいたいこれ、1倍ぐらいが普通なんですけども、でも PR も10倍ぐらいがまあ普通なんですが、まあ、べらぼうに、悪いですと。ただ、これ注意した方がいいのは、こう、なんかソフトウェア系とか、まあそういうなんかこう、ベンチャーとかは、これも全然何の、指標にもならなくって、まあ、これからどんどん成長していくので、こういう PR とか PBR で議論してはいけないので、これはもう全然、まあこんなもんだろうねぐらいの感じにしました。まあ、これがまたね、トヨタとかそういうでかい会社だったりとかすると、まあ工場に設備投資とかやるんですけども、実際のところウームなんかもう、ほぼ人材とコネクションみたいなところでですね、収益化の肝になってるんで、まあ別に PBR 資産なくっても、結局ヒカキンさんとかそういう YouTuber がいかにいるかっていうのと、あと営業力で決まってるんで、それで気にしなくていいですと。PR もまあ稼ぎの能力低いんですけど、今伸び盛りなので、これはもう全然ベンチャーだと普通にありますね。もう1000倍とか来た時もあるんで、全然、まあ赤字出した場合だと PR なしになるんで、まあ Amazon だって最初は赤字出しつつも、設備投資していってどんどん大きくなっていったみたいな感じがあるので、一概にこの PR、PBR ではやっぱこう、計り知れないですね、成長企業は。っていうのは注意が必要ですと。で、まあ、ニュース見たんで、決算書の報告見ると、まあ、これ四半期ごとにどんどん売り上げが上がっていってますよってことで、まあ、最初僕よく見るのは売り上げの拡大ですね。売り上げがやっぱ一番重要ですね。もう利益出てなくてもどんどんやっぱこう拡大しているところでシェアを取っていくっていうのがすごいやっぱベンチャーって重要なので、僕はですよ。僕は売り上げをよく見ます。で、売り上げシェアを取って、その後いろいろ経費削減とかしていけば自然とその利益が出ていくっていうようなイメージを持ってるんで、まずやっぱベンチャーはシェアが重要かなと思ってます。これ人によって違うんで僕はそう思ってるってだけですね。で、利益もベンチャーではありがちなんですけど、粗利としてもどんどん上がってますよと。純利益はそんな大したことないですね。利益率多分ちょっと出してないですけども 10% ないぐらいなので、利益率はダメですと。でチャンネル登録数とかの推移もどんどん上がっていってるってことで、やっぱYouTube の市場が拡大するに従ってUM のシェアもどんどん拡大していっているということで、いいなと思ってましたと。でチャンネル登録数のランキングとかもトップ10人中の8人が UM に所属してるらしいですね。すごいっすね。このキッズとなんか ABEX 以外は全部 UM らしいっすね。こんだけ独占してんのかみたいな。100位トップ100位の中に37人 UM の人らしいですね。なのでもう UM でYouTuber はほぼ UM で独占中ですね。シェアがすごいですね。ってな具合でUM いいだろうと。であとよく考えるのはどの辺まで伸びるかなっていうのはある程度目安としては見るので、時価総額僕は見てます。で今買う時の段階でだいたい UM の時価総額500億ぐらいでしたと。でこれと何と比較するかって UM みたいなのって前例がないので、そういうの似た業界で探すんですよね。でまずは、タレント事務所ですね。タレント事務所どうなのっていうとABEX とかが650億ぐらいですね、時価総額が。でアミューズっていうのも440億ぐらい、この辺がタレント事務所なんですけども、それがぐらいですと。だからもうタレント事務所の枠の中だともうかなり上がりきっちゃってますよと。ただもうちょっと視野広げると、UM っていう、YouTube で好きな放送できるってことなので、一歩上げるとやっぱテレビとかですね、テレビとかとライバルになるんじゃないか。テレビぐらいの売り上げになって、テレビ局と同じぐらいのスポン CM 料とかですね、そういうのも入ってきたりとかするんじゃないか。YouTube やることで、CM ですね、そういう、出せますよね。CM っていう広告出せますよね、タイアップでね。ってことはそういうテレビ局みたいな扱いもできるんじゃないかっていうことを考えると、4400億ですね、日本テレビが。だからこのぐらいまで上がるかもしれないと。でもっと視野広げると、その広告を配信できるってことなので、Google からの広告もあれば、その代理店自体が UM に今後なっていって、そう UM を通して広告を出すみたいな、そういう市場が広がっていけば、広告代理店の
代わりにもなるのかなと。でそう考えると、博報堂とかが6300億ぐらいで、電通とかになると 1.5 兆ぐらいだと。でこの辺どこまで上がるかっていうのは分からないんですけれども、ただ単なるタレント事務所で終わるんではなくって、広告業を牛耳りつつも、さらにテレビの放送としても両方金子となると。なのでタレント事務所兼放送局兼広告代理店みたいな形で、その全部いいとこ取れるんじゃないかなと思ってて、なので500億ってタレント事務所として見ると、かなり割高に見えるんですけども、もっともっと先、今の伸び盛りでいけば、その YouTube が、テレビを置き換えて、そうなった時に、テレビを置き換えた時に、テレビ局の機能と、広告代理店の機能を、変えるんじゃないかなと思って、そうなってくると 1.5 兆とかですね、アホみたいな話なんですけどもそうすると30倍とか10倍ぐらいとか、それぐらいになったりしないかなって感じで、ゆるい感じで買いましたと。でベンチャーの勢いってやっぱすごくって、2013年元宝の勢いは未だに僕は鮮明に覚えてて、ご存知の方も多いと思うんですけど、パズドラ出して元宝が、これたかがスマホゲームですよね。でガチャガチャ売るだけのゲームで大したことないんですけども、でも売り上げはだいたい月200とか300ぐらいやったんで、2、3000億ぐらいですね、売り上げが。それで利益率が半分 50% とか超えてたんで、1000億とか2000億ぐらいの利益だったんですが、時価総額で見ると、ピークの時は2013年ソニーが2兆弱 1.9 兆ぐらいだったのに、元宝が 1.7 兆までいってたんですね、パズドラ1本で。で任天堂が 1.5 兆だったんで、任天堂を超えたんですよね、元宝が。だからそのたかがスマホゲーム1個でそのベンチャーの勢いでバブルに乗ってバババッと上がっていくと、そこまでいきますと、まさか任天堂を超えると思ってなかったんですけども、誰も思ってなかったと思うんですけどもパズドラ1本で任天堂を超えたと。なのでそのベンチャーが行く時って大体オーバーシュートをこう上がり買われすぎるんで上がるんですけどね、その後反動でガクッと下がるんですけども、なのでピークはこの辺ぐらいまで行くのかなとかって思ったりして、今元宝はパズドラが衰退して2300億円ぐらいに、それでもかなりの時価総額になってるんですけどもっていう感じになってますと。なのでウームとかも、今500億ですけども、電通を超えたぞみたいなニュースがですね、2、3年後来る日も来たらいいなみたいなこれは僕の期待ですね。それどう考えるかって自由なので、僕はそう考えてますと、最大はね。で、ウームに対する考えとしては、まだまだウームって知られてないんで、まだまだ無名ですよと。で、ただヒカキンさんが、ファウンダーやってたりとか、これからまず伸びるのは間違いないですし、YouTube 自体の市場はまだ伸び続けてますし、売り上げとかもどんどん上がってると。で、特に YouTube の市場を今独占して利益出そうとしてるんで、かなり、力をもっと今以上につけてくるんじゃないのかなって予想してますと。あとは電通以上になり得るかと。あと実際自分自身も YouTube ちょうど始めたぐらいで、始めて1ヶ月ぐらいの時に買ったんですけども、やっぱ YouTube の勢いっていうのをすごい感じてて、まだ広告費も何も入ってこないような時期だったんですが、YouTube のその市場の広さっていうか、YouTube やる前は全然知らなかったんですけども、YouTube やって YouTube の勢い、今もさらに当時感じてたものよりもやっぱり今の方が YouTube の勢い感じてるんですが、その時ですらかなり YouTube の勢い感じてたので、だったら UM に投資しといてもいいかなっていうようなスタンスで買いましたと。別になくなってもいいぐらいの金額で買いました。で買ったのはこのぐらいですよと。で今どうなってるかっていうと、買った時この辺でだいたい倍ぐらいになってますね。ここから下がるかもしれないし、もっと上がるかもしれないし、それはよくわからないですけども、で今時価総額1170億ぐらいですね。どこまで持つかっていうのは気分次第で適当に決めるんですが、日本テレビ抜いて博報堂抜いて電通行くのかどうかとか、そういった感じで目線で見てるんで、まだまだ売る気は全然ないですね。別になくなってもいいんで、はい。でもこれで結構今利益は、含み益って形ですけど利益乗ってて、前に仮想通貨で大損しましたって言ってたんですけども、それの何倍かぐらいは取り返してますね、今ウームで。はい。でさらに今どうなってるかっていうと、決算期で、1月に決算出てよかったんでバコンとさらに伸びたんですけども、決算出てかなり市場の伸びよりもウームの伸びがよく伸びてて、さらに、テレビの市場でアメリカの、動画広告が 1.4 兆ぐらいの市場になってて、
まあ日本は1.1300億ぐらい、まあ10倍ぐらい違いますよって言ってるんで、まあまだまだ伸びるんじゃないかなみたいな言ってます。ただまあアメリカって英語なんで、英語圏の市場って、日本と比べ物にならないぐらいその動画の広告の市場でかいんで、まあ単純にね、人口とかで比較しちゃいけなくって、まあこれに比率でいくんじゃなくて、まあテレビの市場に対する割合で言うとまだアメリカ 18% ぐらいだけど、日本は 7% なので、まあ2、3倍ぐらいには伸びてもおかしくないのかなぐらいの感じに見といた方がまだいいかもしれないですね。これ単純比較はちょっとダメかもしれないです。ってな感じで、まあ、ウームを買いましたと。あと、まあ、ちょっとさらっと言うと、まあ、ミクシーの株を前回の動画で出したんですけども、まあ、大体、この辺でモンスト知って、モンスターストライクってゲームでミクシーの株が復活したんですけれども、まあ、この辺で買いましたと。まあ、それで、スマホの、まあ、大体、その、株買うときにその株詳しくなるために、まあ、ミクシーだったらモンスターストライクを入れてゲーム遊んで、まあ、本当にそれが伸びるかどうかっていうのを結構やって、まあ、初めてスマホゲームデビューしましたね。で、まあ、結構突っ込んだんで、意外とやって面白かったんで、まあ、やろうと思って初めてリセットマラソンのっていうなんかまあいろいろあるんですけども、そのスマホゲームの洗礼を受けて、まあ、この辺もずっとやってて、で、まあ、今後衰退してたんですけども、まあ、純粋にその売り上げ、アップルのセールスランキングっていうのではどんどん上がってきてて、まあ、それで1位取ったりとか、パズドラの、多分この辺で初めてパズドラの1位を抜いたんですよね。で、お詫びの石をパズドラが配ったりとかして、なんかすいませんみたいな謝ったりとかして、まだパズドラ余裕だったんですけども、まあ、この辺からバゴンと上がりまくってって、まあ、ピークで5000億ぐらいの時価総額がいったんですよね、ミクシーが。で、僕はその元宝が 1.5 兆とかって言ったんで、同じぐらい 1.5 兆ぐらいになったら売ろうかなと思ってたんですが、まあ、この辺をピークに下がって僕はここで売却しちゃいましたねってな感じなので、まあ、どのタイミングで売るかっていうのはやっぱその市場です。で、この辺から多分そのお金元に不動産投資買ったりとかしたんで、ちょうどまあ不動産買ったし、利益確定しておこうかなぐらいの感じでしたね。なくなっちゃうと、まあ、この前までは別に不動産やってなかったんで別になくなっても生きていけるんですけど、まあ、不動産買っちゃったらね、その後借金背負ってるんで、なんかあって現金なくなると、まあ、銀行とかにも迷惑かけちゃいけないっていうのもあるんで、まあ、利益確定しちゃった感じですね。その後はすぐに戻したんで、ちょっとショックがでかかったんですけど、まあ、その後ずるずるいったんで、まあ、わからないもんですね。で、また不思議な縁を感じてる。一回ここで買った瞬間ストップ安食らったんですよね。そのストップ安食らった原因が、まあ、ゴールドマン・サックスが、レポート書いて、ミクシーが、ゴールドマン・サックスが投資判断を中立から売りに引き下げたって言って、ゴールドマン・サックスの人が、レポート書いたんですよね。でもふざけんなこいつと思って、この人の、まあ、名前まで知ってるんですけども、こいつもう許さんと思ってたんですけども、今不思議なことにこの人は、ゴールドマン・サックスでやめて、ウームの取締役やってますね。なので、ウームの株も本当はこの人嫌いだから買いたくなかったんですけども、まあ今、いろいろあって買ってますけれども、はい。まあこの時のね、まさかね、レポート書いた人がウーム創立の一人になってるんで、まあ不思議な縁か。まあさらにウームの株を持ってるんで不思議な感じですね。ってな感じで、まあ僕の株に対する、まあ一つのスタンスとしては、まあこれから伸びそうなところに投資してますね。で、まあそれ大体ニュースであったりとか、普段目にするようなこと、まあウームも、まあウームの株が上がってるっていうのを見たんで、じゃあちょっと調べてみようとか、まあそういう感じで、まあ、特にあんまり知られてないけど、間違いなくこれからメジャーになるようなもので、さらに市場が伸びてる成長市場ですね。まあ、今からね、テレビとかね、新聞とか、まあそういったものに投資しようっていう気はさらさらなくって、まあ、YouTube だったりとか、まあスマホゲーム、時はまあスマホゲーム大盛況で何買っても上がるみたいな感じだったんで、まあ、スマホゲームだとか、まあそういう市場が伸びそうなところに対して、まあ投資するっていうのが僕は好きですね。で、まあ中長期で保有するんで、まあ別に上がっても下がっても一喜一憂しないで、まあ放置ですね。基本的な。なのでまあ日頃から、まあ特にその血眼になって探すっていうんじゃなくて、まあ普段から日経新聞とか、まあそういう、いろんな情報を見て、まあ良さそうなものであればちょっと調べてみて、まあ面白そうだったらちょっと買ってみる。そういう感じで僕はスタンスでやってます。まあこれ、僕はそうやってるっていうだけなので、おすすめするわけでもなんでもなくって、参考になればなと思ってます。別にウームを買えなんていう気もなくって、結構ウームの株とか値動き激しいんで、初心者やめた方がいいですね。今だと多分60万出さないと買えないんで、多分心臓に悪いですね。まだこれからも乱高下するんで、ああいうなんかこう、動きが激しい株持つとやっぱ心臓に良くないですね。はい。
あと、過去、株の基礎からですね、買い方とか、そもそも株って何とかやってるんで、このチャンネル登録していただいて、この見ていただくと、より理解が深まるかなと思います。再生リスト作ってるんで、見てください。ちょっと詳細欄に貼っておきます。はい、今日は以上です。もし最後までご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価いただければ嬉しいです。あとコメントをですね、書いていただければ質問答えてます。で、また今度次回ですね、投資信託とかの話しようかなと思ってて、投資信託で、どういう投資信託買っていくかとか、ETF 上場投資信託とか、あと分配型のやつは良くないとか、そういう話をして、そういう投資信託も結構いいものはいいんで、そういったものを交えていくと、よりその投資の幅ですね、安定した運用ができるかなと思ってますんで、よかったらまた見てください。それではどうもありがとうございました。